皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回は間もなく CBT も実施されるエーテルゲーザー真空の目の効率的な序盤育成について、公式でも紹介しているレビアタンの育成も兼ね深掘りをしていきたいと思います。念のためここで言う序盤は育成コンテンツを周回し始めるまでを指すのでご注意ください。個人的には第7章あたりからそろそろ周回が必要かなといった感じです。そして前回の動画2分14秒付近で一部間違ってご案内していた箇所がございます。ごめんなさい。正しくはアークナイツのハイパーグリフとなります。コメントをくれた視聴者さんありがとうございます。まず本タイトルはソロメインのステージ踏破型アクション RPG となっており、3人1組でバトルを進めていきます。そのため最低でも3名の育成が必要となってきます。また各キャラには属性もあるため、ステージに合った属性で挑むことでかなり有利にバトルを進めることができます。今回は属性という概念は一旦置いといて、序盤効率的な育成について紹介していきたいと思います。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。まず本タイトルの育成項目は7つ。こんな感じ。キャラの強化、キャラの超越、スキルの強化、武器の強化、刻印の強化、ステータスツリー解放、サポート精霊的な要素で、一つずつ説明すると、キャラの強化は専用素材を用いることでキャラのレベルアップを行うことができ、上限値までいくとキャラの限界突破が可能。限界突破を行うことでキャラのレベル上限解放やスキルレベルの上限解放、さらにステータスツリーの解放項目が追加されていく仕組みとなります。限界突破素材があってもユーザーランクが一定までいっていないと解放できない場合があります。続いてキャラの超越。同一キャラを入手することでキャラのかけらとなり、一定数を利用することでレアリティを上昇させることができる。どのキャラも最大レアリティのオメガまでアップ可能で、結構かけらが必要になるので、ここはコツコツやっていく感じとなります。かけらがショップなどでも交換可能なので、お気に入りのキャラのかけらがあれば定期的に交換していくのもありかと思います。続いてスキル強化。専用素材を用いることでスキルのレベルアップを行うことができ、さらにキャラの限界突破を行うことでスキルレベルの上限が解放されます。レベル上限のイメージはレベル5、レベル10、レベル15といった5の倍数で上限が設定されている感じです。こちらも限界突破素材があってもユーザーランクが一定までいってないと解放できない場合があります。次は武器の強化。専用素材を用いることで武器のレベルアップが可能。最大値までいくと限界突破を行うことができ、武器のレベル上限解放が行える仕組みです。これもユーザーランクが一定までいってないと解放できない場合があるのでご注意ください。続いて刻印の強化。専用素材や不要な刻印を消費することでレベルアップが可能。最大値までいくと限界突破を行うことができ、限界突破素材は武器の限界突破素材と同様となるので、意外と使う頻度が高いのかなといった感じです。ちなみに同種の刻印を3つセットさせることで追加ステータスが付与される。そのためキャラの個性をより伸ばせる刻印をセットさせることが良いと考えられます。続いてステータスツリーの解放。キャラの限界突破やゴールドを使ったり様々な方法でステータスツリーの解放が可能。結構このステータスツリー特殊なのは、解放してもその効果は得られず、解放したステータスをセットさせることで効果を得ることができます。そしてセットできる最大数は3つまでで、さらに隣り合わせの効果しかセットさせることができないので、飛び石で効果をセットさせることは不可能となっております。これは結構重要な要素の一つかなと。解放はできてもセット上限が決まっているので、どの効果をセットさせるかによってキャラの特徴が変わってきそうな感じがします。そしてサポート精霊の超越。同一の精霊を重ねることで精霊のランクが上昇します。以上、ここまでが簡単な育成項目の説明となります。で、続いてはゲームを効率的に進める方法。まずスタートしてほどなくすると恒例の初回ガチャが回せるので、その中から4名ほど育成していくキャラを選別します。
選別基準としては S ランクキャラ、回復系キャラ、 S ランクキャラと連携が取れるキャラ、あとはお好みで OK です。おすすめは雑魚処理が楽になる範囲スキル持ちと集中火力の高いキャラなんかがおすすめ。次に行うのは入手したキャラのスキル連撃やジャスト回避を学ぶために各キャラの練習ステージをクリアする。ステージ自体は木人相手なのであっという間に終わります。レビアタンだとちょっと連撃が分かりにくかったので、他のキャラだとこんな感じでスキルの連撃が行えます。キャラによって連撃方法はまちまちなので、メインで使うキャラの連撃は必ず覚えるようにしておきましょう。そしてクリアすることで石がもらえるので、やらない理由はないですよね。ここまでやったらストーリーを進め、ユーザーランクを上げ、各コンテンツを開放していくというのが簡単な流れ。続いては本題の育成。ゲーム序盤は持っているなら S ランクキャラ、持っていなければ A ランクキャラ1体を集中的に育成させる。3章のラスボスくらいまではこれで十分。集中的に育成する箇所はこんな感じ。キャラのレベルアップ、スキルのレベルアップ、武器のレベルアップ、サポート精霊の超越、刻印装備、これ持っていれば装備させるだけで良いです。装備させることでステータスが上昇したりパッシブスキルが付与されます。刻印の強化も可能ですがおいおいで良いかと思います。キャラのレアリティアップは可能なら随時行っていく。各レベルについては素材と相談になりますが、カンストできるようであればどんどんカンストしていきましょう。ここまでなら割とスムーズに行えるかと思います。素材が余っているようであれば他のパーティーキャラも育成しちゃってください。このまま進めて4章ラスボスでつまずくようであれば、さらに育成してきたメインキャラの武器の上限解放とレベルアップを行い、素材が余っているようであれば他のパーティーキャラも同様に強化していく。ここで初めてメイン3キャラとサブ1キャラがほぼ決まる感じですかね。これで進めつつ、もし新たにつまずくようなことがあれば同様に強化していってください。そんなことやってるうちに7章くらいまでならそこまで手こずることなくクリアできちゃうと思います。ここまでが基本的な序盤の育成となります。7章からはそこそこ敵が強くなってくるので、育成素材収集のためのコンテンツの周回を行いつつストーリークリアを目指していきます。主な収集素材の育成コンテンツはこちらの7つ。金策、キャラレベルアップ素材収集、スキル強化素材収集、武器強化素材収集、武器の限界突破素材収集、キャラ限界突破素材収集、刻印収集、それぞれ深掘ろうと思ったんですが、書いて字のごとくなのでわかるかなと思います。どのコンテンツも共通してスタミナを倍掛けすることでドロップ率が上がる仕様。かけれる倍率は一定のユーザーランクに達することで上昇させることが可能。また入手できる素材のレアリティも周回ステージを進めることで上昇していく仕様となってます。この辺の仕様は割と国産タイトルでもよくある仕様なので馴染みやすい感じですね。どの周回コンテンツも重要になりますが、特にゴールドはかなり使う頻度が高いので定期的に周回しておくことをお勧めします。ちなみにゴールドを使う育成はこんな感じ。キャラ超越、キャラ限界突破、武器強化、武器限界突破、精霊超越、刻印強化、ステータスボード解放。他にもゴールドを利用する箇所が出てくると思いますが、現状はこんな感じです。これが効率よく序盤をスムーズに進めるための基本になってくるのかなと考えております。また各種強化以外でもステータスを向上させるための仕組みが結構あるようで、キャラ専用のチップを設定したり、バトル出撃時に設定できるお供的なマスコットを編成に加えることでステータスを向上させることができます。ストーリーを進めていくと石もたまりガチャを回すことがたびたび発生し、新たに入手したキャラを育成したくなってきてしまうとは思うんですが、効率を考えた場合は初動でなるべく育成キャラを変更することなく序盤は進めていった方が良いかと思います。はい、今回は序盤の効率の良い育成方法について個人的な考察をしてまいりましたがいかがでしょうか。特にこのゲームに限った話ではないと思うのですが参考になれば幸いです。また本タイトルはメインストーリー以外にも高難易度コンテンツや探索コンテンツなど様々な遊びの要素があるのでやり込みも十二分にあるかなと思います。ということでチャンネル登録はお任せいたしますが、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いします。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。